藤玲です。今日私がいるのはですね、銀座になりますね。私今回人生最長の出張に行ったんですよ。3週間ミラノパリでね。動画見てもらった方は覚えてるんじゃないかなと思うんですけども、スーツケースあったじゃないですか。それがこちらになります。ドーントゥミですね。今回3週間ずっと使ってたんですけども、とにかく収納力とかがめちゃめちゃ良くって、あとはパッキンが嫌じゃなくなるスーツケースがここにあるんですね。早速行ってみたいと思います。こんにちは。今日はよろしくお願いします。トゥミ銀座5丁目店の店長の宇田川と申します。よろしくお願いします。宇田川さんです。はい、改めましてなんですけども、そのトゥミのブランドについて教えてもらっていいですか？1975年にアメリカで創業されたライフスタイルブランドになります。創業者がですね、もともと南米に輸入会社を出まして、ペルーの神様の群像の名前からブランド名を取った。そうなんだ、知らなかった。ちなみに皆さん知ってますか？トゥミじゃなくてトゥミですから。トゥミですから言いたいっていうトゥミの特徴について教えてもらっていいですか？私の中ではめちゃめちゃ収納が優れてるなっていう感じだった。機能面であったりとか耐久性、とにかく収納が優れてる点が、そう、収納が苦手な人にも綺麗な収納が叶うかなって思った私なんですけど。よかったちなみに私が、使わせてもらっているのはこちらですね。ベベ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 ベンででん出した方がいい。19ディグリーというコレクションの一番大きいサイズのスーツケースになります。19度って書いてある。はい、そうです。どうして19度なの？デザインの着想なんですけれども、自然界から着想を得ています。風であったりとか、波、こちらからのデザインを着想していて、19度の車角が特徴の。こういうことですね。はい。そして中身が、私ね感動したのここです。はい。ここですね。大抵のバッグってこれだけじゃないですか。X2 つみたいな。はい、で私ボロボロこぼすんですよ。本当に買ったばっかりのクッキーとかね、次洗濯しようと思った一式とかね、ボロボロってなっちゃうんですよ。片側の方は完全に密閉できるような作りになっています。特徴なのがこちらにハンガーフックがついておりまして、パーティー出席するとか、こちらにお洋服ハンガーにかけてこちらを密閉できる。なるほどなるほど。2箇所かけれるように2本セットでハンガーの方お売りしてるんですけれども、こちらのハンガーですね、通常ハンガーってこういう状態で、そう思った。これなんだろうと思って、これを反対側にします。こういうふうにかけると、こちらでかけるとここが平行になってますので、ここのフックのところにかけやすくなっています。ああ、なるほどなるほど。あとここのリーチが短いからここの分だけ長くなる。はい、おっしゃる通りです。素晴らしい。ありがとうございます。こちらなんですけど、ホテルのクローゼットのハンガーに掛け替える必要がないです。これを反対側にしていただいて、このまま引っ掛けていただけますと、いちいちその手間を省けるというところ。素晴らしい。ここは女性の方使われた時なんかは、男性に比べると中ちょっと見られたくないものってかなりあると思うんですけれども、こういうところに密閉していただけると、スーツケースを開けた時に大丈夫と。はい、よく旅行先で帰りの時に飛行機で、これ中入れたまんまだから出さなくちゃって開けた時にボロボロってなるし、見えちゃいけないものもボロボロってなるんですよ。そうですね。あと私の場合パッキンすごい下手だから、パッキンの下手くそなぶりを皆さんに開示することになるんですよ。それがない。私いかに下手かが分かってもらえたかのプレゼンみたいになってますけど、本当に苦手なの。ここはタイダウンストラップと言ってるんですけれども、こちらは本当にお荷物を入れていただいて、こちらで押さえる感じになるんですが、この斜めこの辺りからバッテンになってるケースの方が多いと思うんですけれども、私どものこれ内側にこのストラップついてます。1階と2階というような着想みたいな。どういうこと？あまりすぐに取り出さないもの、使わなくてもいいものを下にしてずっと押さえております。使わないものを下にする。はい。なおかつ取り出しやすいもの、ここからどんどん上に足していただける。こういうことか。この上にこうやればよかったんだ私。そうですね。あともう一個ポイントがあるんですけれども、待ち幅が約5センチほど広がるような作りになってます。これ衝撃的ですよね。ありがとうございます。すごいのよ。だって絶対パッキン閉まらないもん私。最後は。お荷物増えた時とか、そうですね。こちらにもう一つファスナーがついてます。はい。こちらを一周開けさせていただきます。はい。おお。ファスナー一周開けます。
開いた。約5センチほど幅が広がります。すごい。はい、容量的には約 20% アップしますので、だいたい118リッターぐらいまで。この部分が全部拡張するのか、これありがたい。絶対旅行って増えるんだもん。私ね、靴下の卒業旅行を毎回やってるんですよ。靴下2軍全部持ってって最後は捨てて帰るみたいな。で容量は減るはずなんですよ、卒業旅行したから、なのに増えてんの。おかしくない？お買い物されてらっしゃる。わからない。あともう一個私ね、いいなと思ったのは、ここにねちゃんとカバーっていいかな、この部分でこうファスナーであったりとかすると、挟んでしまう可パーと能性があるので、かね、パーの毛とか挟むんですよ。もう一つ実は特徴がこの内部なんですけれども、抗菌加工をしてます。へえ。特に男の子とか洗濯ためがちじゃないですか。そうですね。開けた時のね、どうしたんだっていうね。はいはい。どこから来たみたいな。はい。匂いがなくなるということですね。はい。私は何？私ちゃんと洗濯するから。これは結構軽いバージョンなんですけど、ハードケースもあるんですよね。はい。同じデザインの素材違いのアルミニウムのものとポリプロピレンという素材を使った特殊なスーツケースも揃えております。そう、ハードケースかこっちかめちゃめちゃやっぱ迷ったんですよ。こっちの方が頑丈だからガンガン使えるかなと思ったんですけども、若干ちょっと女性の身には重かったから私今回はこっちなんですけど、見た目的には私こっち好き。重量が出るというところと、先ほど喜んでいただいた拡張機能がこちらはない。はい、その部分で今回はポリカーボネートの方を、ご提案させていただきます。私カスタムしていただいたわけですね。ありがたい。でこれは色もあると。黒、シルバーですね。こちら少しテキスタイル、少し型押ししたようなデザインがあるんですけれども、こちらのシルバーの方もご用意がございます。なるほど。で結構大きさもありますよね。はい、飛行機持ち込みサイズであったり、こちらが中間サイズと、こちらが一番大きなサイズになりますので、こっちがギリ飛行機持ち込める系ですかね。こちらが飛行機の方を持ち込めできます。こちらの高さが一緒なんですが、横幅が少し5センチほど、確かに確かに、オーバーしてしまいますので、飛行機を持ち込みになる際はこちらの方をご提案させていただいてます。私のね知り合いでロストバゲッジがトラウマになっちゃって、出てこなかったらしくて、3週間これで乗り切ったって言ってました。もう絶対預けたくないみたいな。そしてこっちも、こっちもまた違うバージョン。はい、テグラライトというシリーズになります。こちらがアメリカの素材会社の方と私どもトゥミ社の方で共同開発した、素材になっておりまして、ポリプロピレンという素材になるんですが、ポリカーボネートに比べますと少し弾力性があります。確かにちょっとペコってなる。割れにくかったりとか、そういったところの特徴があります。海外の雑ですよね。投げられることが多い方はめっちゃ投げられるし、カメラとかいうところすごい不安。しかもここが拡張いける。ここも拡張いけます。このジップが2つあるから迷うでしょう。こっちとこっちは。こちらはフロントにファスナーがついてると思うんですけれども、ただのポケットではなくてちゃんとこちらにロック、鍵がかかるようになってますので。結構入りますよ。しかもここにジップが入ってるじゃないですか。もうちょっと、パスポートとかでしょ。はい、おっしゃるです。いやこういうの割と大事だからね。すごいなくすからパスポートとかって。そうですね。お洋服いろいろ入れたりとか。どこだっけ。こっちもある。こういうの嬉しいの。女性の私ですらこんだけ嬉しいから、男の子めちゃめちゃこういうの好きじゃないですか。16通りに使える鉛筆箱みたいな。そうです。あんな感じ。こちらもちょっと一つ。こちらに紐がついています。USB の C になるんですけれども、こちらを開けていただきます。どうすんの？こちらにモバイルの充電器を挿していただいて、こちらに USB のコードを挿していただきますと、充電がここからできる。素晴らしい。じゃあハードケースはそんな感じですけど、こちらはトゥミのバリスティックナイロンという素材を使ったソフトラゲージになります。軍用の防弾チョッキなんかに使われるような生地を使っていたので、摩擦に強かったりとか切れにくいという特徴があります。カッターとかで跡はつくんですけど、ほとんど切れないような素材なので、切れないんだ。いろんな機能がハードケース以上についているような。32通りの筆箱くらいな感じですか。倍になってよ。外のポケット、まず上下についています。こちらのフロントの部分には鍵はかけれないんですが、空港とかでちょっとしたものとかちゃんと街もついてる。こういうの大事。少し下まで深くなっております。テグラライトとここから似たような感じではあるんですが、こちらもフロントに鍵のかけれるポケットとメインのところになっています。そして2つ
ついてるんですが、これを上下にします。こちらを開けるときにはこれを下に下げる。おお、開きます。開けました。こちらを開けるときにこう上にすると。おお、なるほど。はい。で鍵の番号はもう一つで、ハードケースと同じ拡張機能、こちらあるんですけれども、ファスナータイプと違うと2段階調節になっておりまして、よいしょ。お広がった。はい。この分ですね。はい。すごい。ここからもう一段階、はい。街が拡張するようになります。こちらで最大になります。すごい。何センチこれ大きくなって。こちらも先ほどのほど変わらないんです。約5センチほど。しかも前のと違ってポケットもめちゃめちゃ増えてる。ここでしょ。あとバッテンじゃないんだ。はい、この網網になってんだ。はい。バッテンってその分なんかポロ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 って落ちちゃうから、これが落ちがない。はい。こちらにハンガーフックがついているというところは変わらないです。あと重量が軽い方が使いやすかったりすると思うので。本当3センチくらいの段差でも無理だもん。はい。本当に特にパリとかあんまエレベーターとかないんですよ。そうなんですね。ここら辺はどんな感じですか？パッキングする際の小物ですね。今回人様にご提案させていただいたこちらコスメティックポーチになります。これ素晴らしい。これ素晴らしいんですよ。ありがとうございます。まずこの透明なクリアなところ、実は小分けしてあります。これないとこうガチャッと横になっちゃったりするから、これすごい便利。こちらをお外しいただいて、こちら単体でお使いいただいたりとか。このまま他のバッグにドンって入れるんですね。こちらにハンガーフックついてます。これすごいですよね。洗面所とかですね、こちらのハンガーフックかけていただいて、こういろいろ取り出せると。ホテルとかで洗面所がちっちゃい場合とか、これあるとすごい便利です。撥水加工してますので、水回りですね、使われる時にもこちら水少し弾きますので、中が濡れてしまってっていうこともありませんので、ガシガシいけるわけですね。はい。色味がこれとこちらのスイープでラベンダーカラーの3色なっております。他に女性の方にご提案させていただきたいものがありまして、こちらなんですけれども、女性の方アクセサリーつけられる方多いかと思うんですけれども、こちらにピアス、穴ね、なるほどなるほど、させていただけます。なおかつリングですね。はい。こちら外してここにリングさせるんだ。はい。すごい。このリングとピアスつける部分なんですが、しっとりしてませんか？はい。なんだこれ？宝石箱の内側の素材のものを使っていて、だからか。はい、傷がつきにくい。はい。素晴らしい。さらに先ほどお人様がご利用いただいていたスーツケース、確かに拡張はするんですけれども、さらにお荷物を増やしたいという時に、中に折りたたみ式のボストンバッグが入っております。こちらになります。なるほど。結構容量ありますね。しかもこれもしかしてこれいけるやつ。はい。この中入ると。ほほー。しかも簡単なバッグかと思いきや、こっちにもちゃんとポケットがあって、こっちにもある。これですか。はい。これですね。はい。この上にこう置きっぱにできると。はい。素晴らしい。これが大きさがこっちと。はい。さらに大きなサイズ。こちらの特徴はですね。本当のバッグみたいな、本当のバッグ、簡単バッグじゃないこれ。ショルダーベルトがつきます。帰り空港とかでね、シャルル・ド・ゴールがこういう感じで歩いてるんでしょうね、私がね、こうやって。エスペランザ空港かな、ここはみたいな。旅先で変なバッグ買うよりもこれ1個持っといた方がいいかなと思います。旅先で買った変なバッグは一生使わない。日本に戻ってきたら、なんでこんなん買ったんだろうみたいな結構あるもの。そしてスペシャルカスタムもできるんですよね。はい。カバンにイニシャル刻印とかできる箇所がついているので、そうなんですよ。その場ですぐできるようになっております。アルファベットが全部できるよと。カバンについている土台のお色がメインになりますので、字のお色はご選択いただけるような感じになります。裏返させていただきますと、数字であったりとかマーク、記号ですね。1階はレディースですけど、2階はあるんですよね。はい。2階がメンズのカバンの方、主に取り扱いの方ございます。ちょっとそれを見てみますか。あとこういうレディースだけど、デイリー使いのものもあったりするんですね。はい。急になんかちょっとメンズっぽくなりましたね。女性と比べるとお色味とかが少し黒のものも多かったりするので、少し印象かなり変わるかと思います。皆様がなんかこのイメージめちゃめちゃあります、私。こちらが皆様がイメージされる海のビジネスバッグの種類になると思います。ざっと見て、宇田川さん、こちらは何になるんですか？最近のやつ。アルファブラボーというシリーズで、オンオフ使っていただけるようなシリーズになるんですけれども、テイストとしましては
が少しアウトドアのテイストを入れてるようなシリーズになります。テープがついていて少し何か物をかけれるようなこう隙間が引っ掛けれるやつね、はい確かに確かに。こちら実はちょっと当てさせていただくと、ペットボトル、はい、おお素晴らしい。背負った時に使いやすい位置にこうつけていただけるように、私なんかトゥミらしくめちゃめちゃいっぱいジップあるじゃないですかはい、ちょっと正面から見て下のところにファスナーついてるんですけど、中になんか入るよと。はい、通常バックパックになりますとこう高さがあるので、荷物がどんどん下の方に行ってきます。こう開けた時のこう取り出しにくさっていうのが出てくると思うんですけれども、すぐに取り出しやすいものをこちらにこう入れていただけるというのはこちら。確か一番下の方にあるとなんかもう地層みたいになって最後に出てこなくてめちゃめちゃ圧縮されるパターンですよね。はい、サイドにポケットがあるんですけれども、ここも間違いちゃんとついてる。首藤さんちょっと両方見ていただいて裏地を触っていただけると。違う、こっちはトゥルナイロンでこっちがこうボコボコっとしたやつ。はい、左側のこちらの裏地の素材が防水の生地を使っています。小さな折りたたみ傘ですとか、もしこう開けていただいて先ほどおっしゃったこのペットボトル、こう濡れ物が大丈夫なような感じになりますので、こちらに入れていただいて、ここもあるよと。ペットが、はい、大好きなやつじゃないですか、みんながいろんな小分けにできるやつじゃないですか、カードだと何度かの、ここも開けれる、隠しポケットもよっと、結構広いよっと、すごい何でも入れれる。でここにも開くよ、結構容量ありますよ。マッチもこうついてますので、こっちもポケット、はい、結構ここ深いじゃないですか。深いです。何これ、すごいやばいね、これはやばいですね。最後後ろ一番背面側ですね、開けていただきますとめっちゃ広い、めっちゃ広い、これ旅行行けるやつじゃないですか、もしかして。このままご利用いただけるといけますね、これ、ビジネスだけじゃなくて、でこういうな機能が他にもいろいろ形を変えてあるというわけですね。はい、今回トゥミの商品いろいろ見させてもらったんですけども、打てば響く太鼓のようにポケットが出てくるっていうのがすごい面白かった。ありがとうございます。これぜひお店でね実際見てもらうともっと感動ポイントがたくさん伝わるんじゃないかなと思います。皆さんはどの商品が気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄にも書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。